はようございます。身の程配信、お騒がせ YouTuber、無責任 YouTuber の UFO チャンネルの UFO です。2024年、令和5年1月14日日曜日です。先負け、大変寒い朝でした。昨日は、精神科のクリニックがあって、午前中出かけたんですけど、その時はまだ良かったんですけど、帰ってきて、午後はこの部屋で、ビデオ見たり、YouTube、この UFO チャンネルを見たりしてましたけど、娘が孫を連れてきたんですが、えなんか近所に挨拶行くっていうことで、出かけるのにちょっと寄ったんですけど、孫は寒いのがあって出かけるのも嫌がったし、いよいよ出かけていったら帰ってきてすぐに自分の家に帰るってことで、えやっぱり寒かったです。で、私もここで、ホットカーペットに毛布敷いてやってるんですけど、えなかなかあったまらなくて、布団に入っても、ずっと足の先が冷たくて、いつも以上にここにある毛布を持って行って、それは足にかけてようやく寝れた感じでしたけど、寒かったです。昼間は雪はなかったんですけど、起きて、1時に、出かける時に、外へ出たら真っ白で、新聞店行くまでも、ツルツルのテカテカで、ヒヤヒヤしながら行きました。新聞配る時も、最後まで、気を抜けなかったですね。歩くのもブーツを履いて行ったんですけど、うーん、足を取られて、つるっと滑るようなところが何箇所かあって、え危ない思いをしました。大変でした。で、いつもより、え15分ぐらい、余分にかかって、帰ってきたらもう4時過ぎてましたですね。昨日はさすがに、毛布だけでは、自分の部屋にいられなかったので、ファンヒーターをつけていたんですけど、出かける時に、スイッチを切ったつもりが延長のとこを押してたみたいで、帰ってきたらついてまして、朝かみさんに怒られました。襖の近くにあったんで、火事になるとこだったって怒られて、寝た後もそうだったって言って叱られましたけど、でも、帰ってきた時あったかかったので、良かったなと思いました。えーっと、で、昨日はですね、えー朝からもうカラスがうるさいんですよ。もう、これはお焚き上げをせがんでるなっていう感じで、もう雪降りそうな感じでしたけど、す中にいても何度も、カラスが鳴くんですね。で、夕方外へ出て、すごい雲に夕映えがして、寒茜って言うんですけど、すごい綺麗だったんで、それを写メしにようと思って外へ出たら、もうその雲は、すっかり、
色は焦ってたんですけど、その時に見たら、すごい数のカラスが北の方へ向かって群れで飛んでいきました。これは東北じゃない、能登の方へ、え支援に行ったんかなと思って見送って声援しておきましたけど、そんな感じでお焚き上げをしろって言われてるのをすごく強く感じまして、で、今朝しました。今朝のお焚き上げは、まあ、今朝はもう、お勤めしている時から障子がもうすごい眩しくて、一面、日の出の勢いを感じましたが、雪晴れですね。雪晴れは本当に明るいんですよ。で、空も抜けるような青さで、火をつけたらもう本当に優しくて、美しくて、あの、うっとりと見惚れるような炎が、優しく上がりましたですね。最後までそんな感じで、今までになく、本当に炎が美しいのを感じました。えーこの厳しい今という時代に、痛みや苦労や、そういうのを、焚き火の火で分かち合っている感じがすごく強くしまして、え大変朝も大変でしたけど、能登の今被災されてる、避難されてる方やなんかの苦労、100分の1でも、分かち合うことができたんではないかなっていうことで喜べたし、まあ、かみさんに怒られたりしたことも、ありがたいことだなと思って、いる朝です。で、昨日はですね、なかなか書けなかった、エッセイの方も、あ親様だよりっていうノートに連載しているんですけど、それの、私の定日教の収容家の時の、ストーリーをエッソにしたものですが、それの、パート18が書き上げれましたので、これをちょっと読ませていただきます。二度目の収容下で忘れられない仲間が多いですが、特にこの世、出直されたお二人に言葉に尽くせない思いがあります。前に今回の収容下ではお互いにお授けを取り次ぎ合うことを奨励されたと言いましたが、岡山の教会長の F さんとはほとんど毎日と言っていいほど収容下の帰りに神殿でお互いにお授けをし合いました。F さんの未情は、がんの末期ということで、上級の会長から収容化を進められてきておられました。若い頃は、大学まで天理の学校で学ばれたそうで、アメリカンフットボールの選手だったとも聞いた覚えがあります。収容下であった時は、病気もあって送信でしたが、人との接し方や考え方を聞いたりする中で、頑固一徹なところも伺え、体育会系の面影も残す人でした。しかし、教会に残してきた奥さんやお母さんを思いやる、実に優しい人でもありました。私と同様に、他の人へも積極的にお授けを取り継がせてもらえないかと声をかける誠実な態度に感銘を受けたのを今でも忘れることはできません。2期生から3期生になる頃、私の未情や事情に何度もお知らせをいただき、その度に F さんが心配して熱心にお授けを取り継いでくれました。しかしその取り次ぎ方に独特の癖のようなものを感じました。自分と違うのはもちろんですが、多くの人から受けるお授けの仕方とも違う感触の残ることがあって、回数や祈り方にムラがあるように感じました。
それは今思うに、おそらくご自身の体調や気持ちから切迫した何かがあったのかもしれません。3期目に入ると、私もインフルエンザにかかり、不況実習の時期に欠席が続いたりしたのですが、F さん自身の未情も深刻度を増して休まれる日が多くなってきました。担任の先生方やクラスメートたちも心配をしてお願い勤めなどをさせてもらったりもしました。ある時先生が私に話されたのに、先生が F さんに無理をせぬようにと忠告するのだけれど、それでも無理を収容下生活を続けるので、かえって体調を悪くするようだとこぼされたのを記憶しています。私が重藤詰め所に見舞いに行った際、部屋から出てきた姿を見て、肉体から命の炎が抜け出そうな印象を覚えるほど病気が進行しているようで、軽いショックを受けました。F さんは力なく笑って、それでも気丈に周りに迷惑をかけないよう振る舞っているように思えました。天理教では御神楽歌に、病のもとは心からとありますが、キリスト教の現在や仏教の業というほどねないにしても、因縁から未情や事情が起きてくるというので、昔はかなりお諭しや押し込みで厳しく言われる面もあって、特に教会長という立場では深刻に受け止める人も多いようです。F さんは真面目な性格でもあり、スポーツマンだった負けん気の強い面もあったようです。それだけに病気を克服したい思いは強かったのだろうと思います。今でも目の裏に残る最後の姿には言葉に表せない無念が伝わってきたように思いました。お道では神様に持たれることが大切だと言われ、なってくることを受け入れる堪能の心を養うことが重要視されますが、それは人には言えても、いざ我がことのとなった時にはとても難しいことです。会長職の立場で収容下に入られた F さんが最後まで一生懸命向き合って取り組んだ姿で私に見せてくれたのだと思っています。もう一人別の男子クラスの同期で静岡の沼津から来ておられた M さんもまだ40代で小さい息子さんがおられる会長さんでしたが、余命宣告を受けられた二情をもって収容会に入ってこられた人でした。M さんも入学当初から積極的にお酒の取り次ぎをさせてほしいと声をかける姿をあちこちで拝見していたので、私とも自然と接近することになった人でした。どちらから声をかけたのか、最初にどっちがお授けを取り次いだのか忘れましたが、彼が信じられないほど優しく澄んだ人柄だというのに感銘を受けたのが強く印象に残っています。お授けは親神様、親様に助けたい人のことを伝えて祈り、悪しき払い、助けたまえ、天竜王の御子と三度唱えて、幹部や一番直してもらいたい箇所を優しく撫でさすり、それを計3回繰り返すのですが、取り次ぐ者が直すのではなく、取り次ぎを通して親神様の重要のご守護が働くのだと聞かされます。取り次ぐ者と同じ席に親神様、親様が一緒におられると意識するのがいいとも聞きましたが、私はその時、M さんの心根が直接見えたように思ったのは、そこに親神様と親様が見抜き見通しの目を持って存在されたからなのでしょう。M さんは2期生の途中で脳内出血で倒れられて、
緊急手術を受けられ、同期生全員で神殿でお願い勤めをさせてもらいました。最後まで復帰はされなかったのですが、手術は成功し、意識も取り戻されました。F さんも M さんも収容か卒業後に相次いで出直されたと聞きました。F さんとは不思議なご縁で、地元に帰ってから全く天理教と縁のない絵の先生の家に遊びに来て知り合いになった異端の教会長さんが F さんと同じ大教会部内の所属で、他の関係者とは違う見地から精神世界の話などをしても理解してくれる数少ない会長さんで尊敬していたと話してくれたことがあり、とても驚きました。F さんは子供はおられず、弟さんが後継者として会長になられたことも知りました。M さんは奥さんが小さなお子さんを伴って次の期に収容下に入られていて、収容下の時に緩和大会で発表されたとの風の便りで聞きました。おそらく M さんの意思を奥さんが継いで会長職を受けられたのではないかと思っております。このエッセイの回を書くにあたって、収容下当時のノートをめくっていたら、天理教は世界助けを標榜しているのですけれど、世直しではなく、世直りという書き込みに二重丸してあるのが目に入りました。信仰というのは自分の思いではなく、親神様のおぼし召しでなってくる世界を喜びさんで生きるということなのだろうと思います。願うにしても自分の我が身勝手ではなく、親神様の思いが遂げられることに持たれることができるように成人するのが問われているようで、それは一回限りの人生だけではなく、生き同士の魂の課題でもあるのだろうと思います。という、エッセイ書き上げました。あと2、3回したら、この親さんあたりも、連載を終えれることができるのではないかなと思っております。今日は日曜日で何の用事もないので、ゆっくりこれからこの竜だと言われた柿の木の絵を少し、描き進めようと思っています。今日は日曜日で、日曜美術館を今見て、それからめたんですけど、今日はレンブラントの特集で、本当にあの人も、大変先人に学んで、そこからまた新しいものを生み出そうといろいろ試行錯誤された人だっていうのを知りました。生活の方は大変、最後の方、破綻もしていたような、付き合うには大変難しそうな人でしたけど、アートの世界では、偉大な巨星だなと思いました。そんなわけで、もう20分近くになります。今日はここで、失礼します。Have a nice day, goodbye. UFO チャンネルでした。ありがとうございました。失礼します。